いや、なんか出来上がるとすごいね。引き出物マルシェみたいな感じで、お、いいじゃん。横に布がいい時間だったらもらえたら I watch you as you 絶 drive. 対60ペ Do ー you ジ know I'm looking? And I can't help but smile. お、めっちゃ Do いいじゃん。 you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just よかったです。喜んでくれて。 can we stay here? こんにちは、えりこです。今日は私たちの結婚式までの1ヶ月間の準備 Vlog をお届けします。でちょっとその前に結婚式の背景を少しお話しさせてください。結婚式の準備を始めたのはちょうど1年半前くらいからなんですけど、そこからもし結婚式をやるなら型にはまってなくて自由でアットホームな結婚式がしたいねって話をしてました。だからちょっと違うのは、最初会場に見学に行ってから始まるんではなくて、最初にウェディングプランナーさんを決めました。オリジナルウェディング専門のプランナーさんがいらっしゃるので、私たちは友達から紹介してもらったんですけど、その方に決めて、でその方と一緒にまず結婚式のコンセプトを決めました。私たちの生き方とか価値観、あとは当日どんな結婚式にしたいかみたいなのを細かくヒアリングしてもらって、でコンセプトを提案してもらいました。そんな中で決めたのが風まとうっていうテーマ、結婚式のコンセプトです。私たち結構好奇心が旺盛で旅が大好きだったり、あとは日本でもいろんな人に会いに行ったり、自分たちでも趣味を共有したり、そういう日々の小さな発見とか刺激とかを大切にしているので、今まで出会ってきたそういう風をまとって、で当日それを巡らせてみたいな、そういうイメージになったらいいねっていうので、私たちらしいかもっていうので決めました。でビジュアルとしても布を使ったり、柔らかい素材だったり、ナチュラルな色だったり、そういう風をイメージするようなモチーフとかを使っていこうっていうので共有できました。でそこから会場選びをしたかな。半年間ぐらいかかっちゃったんですけど、会場選びをしました。でやりたいこととかを並べていくと、私はまず緑がいっぱいな場所でやりたいっていうのがあったのと、あとはギャラリースペース、写真とか飾るスペースを十分に撮りたいっていうのとか、そういった希望があって、都内ではなくて神奈川、埼玉、千葉、山梨、軽井沢とか、そういう郊外にちょっとずつ探してもらっては行ってを繰り返し、で最終的に今回の山梨のワイナリーの98ワインさんに決めました。もうそこはね、本当に素敵な場所で、眺めが良くて緑がたくさんあって、でお家みたいなアットホーム感のある会場で、もう見た瞬間にここにしますっていう感じで即決できました。もともとそこは結婚式場っていう形で営業してないんですけど、快く貸してくださって、そこに決めました。で次にやったのがドレス選びかな。半年前に1着目のドレスを選びました。ドレスベネデッタさんっていうドレスショップに行って、でオーバードレスのふわふわした素材のもの、王道ドレスじゃないんですけどがすごくふわふわしてて可愛らしいなと思って、もうそれに決めました。で2着目はそもそもお色直しするかも迷ってたので、2ヶ月前ぐらいになっちゃったんですけど、ミュティンさんっていうドレスショップに行って、そこのドレスが本当に素敵で、もうそこに行ったらすぐ決まりました。私が選んだのはストーリーがあるドレスで、パッチワークのようなデザインなんですけど、お色直しを再解釈して作ったドレスですっていうふうにおっしゃってて、いろんな素材とかいろんな色が混じったもの、それを1枚のドレスにしたっていうようなもので、そのデザインも素敵ですし、そのストーリーもとっても私は響いて、これにしますっていう感じで、それも即決できました。会場選びと
ドレス選びはそんな感じかな。その2つは結構前からやってて、カメラ回そうっていう前から動いてたのでちょっと動画にできてなかったんですけど、こうしてお話ししてみました。そういった経緯で風まとうっていうコンセプトのもと進めてきた大詰めの1ヶ月間をお届けします。後日結婚式当日の Vlog も上げようと思ってるので、一緒に準備してるような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。それではどうぞ。もうすぐ着きます。益子陶器市です。はい。きっとこの動画がどこかで上がる頃には益子陶器市の行った Vlog は上がっているんだけど、自分たちの、気になる作家さんの器が欲しいみたいなのはあるんだけど、もう一つ大きな目的で言うと、結婚式の引き出物を、引き出物マルシェみたいな感じで、なんか自分が気になるものとか、私たちが好きで使ってるものとかをいろいろこう集めて、引き出物マルシェね。そう、引き出物マルシェとして、なんかこう、ディスプレイして、そこから好きなものを選んでもらうみたいな感じで引き出物はやろうっていう風になったので、益子陶器市でもその引き出物を選びたいなと思ってきました。そうだね。何かあるかしらね。ねえ。だから使いやすいものっていうと、マグカップとか、お茶碗とか、そのお皿とかだったらやっぱペアとかの方がいいのかなって、一晩考えて思ったり。なんか、1枚だったら結構平皿とか、なんかこう置物に、それ系のお皿がいいなとは思ってる。わかる。そんなことを思いながらこれから買ってきます。だいぶ買いましたよ。だいぶ買えたね。何点買いました？自分たちのもあるけど、ちょっとでも結構好きなものが多い。この一番可愛いと思っている作家さんのところでも、どこだろう、あっちにあるんだけど、あれが僕らのですあそこのボックスの中に取り置きしてもらってる器があります。これが僕らのですね。そうです。めちゃくちゃ可愛いマグカップとたくさん買いましたよね。ね、もう一発目に来て、もう好きなの取りまくって取り置きしてもらってた。はい、8時ぴったりに来ました。で、8時ぴったりじゃなくて7時半ぐらいに来ました。なんなら。そうだね。きっと喜んでもらえるでしょう。でしょう。願いたい。今日やりたいこととしては、2階のギャラリースペースに写真をこう布に印刷して飾る。どの写真をどういう順番で並べるかを具体的に決めなくてはいけない。5時からのミーティングに間に合うように1時間で。1個目は1枚でもいいんじゃないかなと思ったり。ここは確かに4枚ぐらいあってもいい。面白いかもね。最初のファーストビューに見えるのがここってことじゃん。そう。なんか例えば、こっちの左側は、仮ね、僕らの旅の中で、これがタイトルね。で、シンガポール。いいね。韓国。多分縦幅だと120でしょ。なんかあれだね、全然イメージできないね、大きさが。お願いします。お願いします。そうしたら一旦デザインのこと片付けて、私が中にフローリストのアーティストっていうこととも連携しながら、最終的にちょっとどんなお花ができそうかねみたいなのは今お花がポツポツしてる感じとか、そういう方が好きかなとは思ってます。そうですね。で、なんか横に布が来るんで、そことの色のバランスとかもあるのかなと思って、そこがどうなんだろうか。1個を決める基準としては、
やっぱり白ドレスには正直何でも合うんですよ。それが赤なり黄色なり、ナチュラルなり。でやっぱ割と今回お選びいただいているカラードレスがメティンさんの割とちょっとなんかパッチワーク的ないろいろな色味が入ったなんか茶色とかグリーンとかっていう色味が入ってるので、そこに暖色系の赤とか黄色を入れればドレスとこう一緒に撮った時には割とお花がポイントにいくようにはなりますし、同じような雰囲気に合わせたら少し溶け込むような感じにはなると思うので、結構、メイクだったりドレスの雰囲気に、一番そこに色が持ってかれるので合わせるっていう方は多いかなとは思います。で前提後ろのバッグは富士山があったりお空があって水色だったり緑のワイナリーが続いているので、目立たせたいと思うのであれば割とビビッドのお色味を選ばれた方が目立つは目立つかな。目立たせたいのかってことだよね。そうですね、どういう感じにしたいのかっていう。なんか一個思っちゃうのが、多分エリコさんが普段お花屋さんに行ってお花買う人生を過ごしてるじゃないですか。はい。お花好きな人生。なのでいつお花の人生過ごしてるから。今日は雨ですね。雨ですが、これからヘアメイクのリハーサルです。使うものがもしなければ預かっちゃうし、持ってきたいものがあったらそのまま持ってくる。平常時は短い方が多い。平常時はそうですね、結構短くて、1年ぐらい切らずに伸ばしたっていう感じです。でもいいケース。なら、じゃあちょっと前回のミーティングのことも振り返りつつ、でこのメイクの感じはこのちょっとヘルシーな感じ、だけどなんかちゃんとメイクはしてて、だけどなんかコンサバすぎたりとか、気合入りすぎてない感じ。でもちょっとおしゃれみたいな感じで、ヘアスタイルがちょっとこういうふわっとした感じと、ちょっとピタッとした感じのイメージで2種類できたらなっていうところ。はい。ポニーテール系かなっていう今の感じ。こうタイトに編むとここほどのボリューム出ないんですよね。で、なんか風、キーワードとしてはもう風じゃないですか、今回。だから風って考えた時に、なんかオーガンジーとか薄手の生地のドレスに入ってる色とか、ケイスケさんが本物で買えるものに合わせた色の生地とかをなんかスカーフぐらい大きい布とかでパッとまとわせてもいいのかなっていうふうにちょっと思ってて、ふわってなっても可愛いなと思うし、あとは細リボンをたくさんつけるっていう手法もありますかなと思って、でそしたら風が吹いた時にこう揺れるじゃないですか、みたいなのも可愛いかな。なんかこういう風にこうちょっとまた全然分かるような分からないような、おでこ全開だから。おでこ全開そうだね。自己分析がしてて心地いい自分にたどり着いてそうかなっていう気がしている。なるほど。そうからそんなに持ってないっていうのが正直ある。なるほど。そうだから今ハイライトも入れてないもん。確かに。そうだけど適度にツヤ感今出てるから一旦いいかなみたいな感じ。わかりました。いろいろ混ぜたりとかしても可愛いし、可愛い。そうでも単品でヘルシーな感じとかだともうこの辺とかはヘルシーな感じに見える。だから私はここら辺とかが好きかなとは思う。なんか可愛い。確かに高めでも確かに。そう高めだとね元気な感じなんか高めでも可愛いとは思う。だけだからあれだけど。私はざっくりぐらいの方が好きだよ。1個目は高くてもいいような気がする。はい。で、質感もクシャッとの方が1個目はいいような気がするから、クシャッとさせつつでもいいかうん、華やかになったけどね。で、もっとわかりやすい。うん。お、いいじゃん。ちょっとキラッと
ちゃキラキラしてにしようダメにしよういっぱいゴテゴテいるよりはなんかこのぐらいのアクセントぐらいの方が大人な感じでいいような気がします。可愛いかも。これが私はなんか薄ピンクみたいな色にしててなってよかったですね。すごいのんきにやって付き合ってもらって。いや楽しかったです。当日も一番近くに。そう当日も一番近くでうろちょろしてる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やってもらいました。いいですか？眉毛がね。変わった？いやめちゃめちゃいいよ。いい？うん。洋菓子は食べないかな、今ダイエット中かなと思って和菓子を買ってきましたっていう気遣い。なんか一大仕事を終えた気持ちになってる。なるほどね。でもすごい私の言ってることを汲み取ってメイクしてくれたの初めて。うん。最近のチークののせ方はなんか頬の上っていうのは大正解なんだけど、なんかもっとここら辺くらいからこうのせて、そういう細かいそれいいね。調整とかは多分全然違う。まんじゅうだこれだけ。もうそうだけど、これだったらみんなその場で喋ってても、まあ、今日は98ワインの試飲をしています。試飲してますね。美味しい。美味しい？九州ならではのね、こうってすごいワインがうまくなる。本当だって。これですか？ワインがうまくなる。白も。白でもいいよ。これとなってきた。美味しい？美味しい。わかんない。そうこれ。これとどっち合わせればいい？どっちでもいい？どっちでもいいはず。あ、でもね、赤の方が多分合う。いいじゃん。エリコちゃん。そう、このトロトロのうちに、これがラクレットの真骨頂。一番上はね、そしたら例えば10センチクラスだったら、みんなが食べて美味しいのはやっぱりブリアサバなのかな。じゃあ37か39。もういいですし、あとまあメロン。いやメロンも確かに捨てがたいなって思う。捨てがたいなって思いますが。違う結婚式の引き出物にちょっとお豆を使わせていただきたくて。全然もちろん。まあなんかそうマルシェみたいにするんですよ。映っても大丈夫ですか？引き出物をちょっとマルシェみたいな感じで選んでもらおうと思ってて、でその中の一つにちょっとコーヒーセットみたいな感じで自分たちの好きな豆入れさせてもらって自由に選んでもらうって感じにしようかなと思ってて。もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。豆どれにしようかな。確かにね。ミッション一旦達成しました。なんかすごいさ、下から照らされてるんだけど、リコちゃんにずっと。イライラしちゃうことが多いんですけど、美味しい？美味しい。またぜひ。ありがとうございます。ムキムキの大会に出るから、あれじゃないんだって。
just like an open window inside a new shade of green. I could live under this open window. There's no way I'd rather be. The color burns through me. なんか手元とかあった方が絶対可愛いけどな、これ。はい、もしかしてできた。できたよ。全部できたよ、60ページ。だいぶ頑張ったね。できたよー。嬉しい。涙出そう。涙出そう。出てるよ。涙出そう。で、これ、これはすごいよ。本です。本だよ。もうずーっとこれに時間かけたもんね。トータル3ヶ月。販売するものでもないですが。販売するものでもなく、結婚式で配る本を3ヶ月ずっと作ってました。ちょっと動画に時間がかけれなかったりとか、何としてでもこれを作らなければが、この3ヶ月ぐらいなんかずっとね、頭にあって、やらなきゃみたいな。だから動画も2週間ぐらい止めちゃってるんだけど。まあでもこれはもう完成させるしかないから、やっと完成して、明日入稿、今日入稿できるかな。明日がね、一応、デッドライン。デッドラインっていうか、そう決めてる期限だから、今日送って明日何かあったら調整して届くのを待つという。素晴らしい。素晴らしい。このね、紙もさ、今回イニュニックっていうところにお願いするんだけど、そこに池袋までこう行って、紙選んで、どんな紙質になるのかもちょっと確認したりとかして、これとね、なんかこういう風に、すごいよ。どの紙がいいかとか、やってました。素晴らしい。閉じ方もちょっと悩み。やっと入稿できる。結婚式まであと結婚式まであと20日 ?20 日です。3週間です。やっとでもね、なんか終わりが見えてきたかも。これが完成して。素晴らしい。引き続きやること頑張りましょう。頑張りましょう。美味しい。ありじゃない？この色味選ぶのが、うん。これで逆にここら辺がなくそうそう。ってことだよね。そう。上手だね。ありがとう、褒めてくれて。方向性的にはだからこういう風になるか、うん。さっきのオレンジ系になるか、そう。はい。で、今日は何をしてるかというと、こんな感じで幼少期の時の写真とか、
実家から持ってきた写真がたくさんあるので、これを印刷できるようにスキャンをしたいなと思っています。フォトスキャン by Google みたいなのがあって、 Google が出してるスキャンアプリがあるので、それでスキャンしてみます。で、今数枚やってみたんですけど、結構綺麗にスキャンしてくれるのでいいかもしれない。写真を置いて指示通りにやるとこっちに映るみたいな感じです。これを私の分と彼の分50枚ぐらいやらなきゃいけないので、ひたすらやっていきます。メッセージカードどうしようかなって考えたんだけど、なんか鳥をたくさん飛ばせたくて。いいじゃん。鳥たくさん飛ばせたいんだけど、なんか折り紙とかいろいろ考えたのね。考えたんだけど、なんかメッセージカードにもするってなると、なんか普通にこれがメッセージカードになってた方がいいなと思って、写真を素材にして鳥にするっていう。いいじゃん。これはコペンハーゲンのリリーベーカリーに吊るされてた布で、これは多分イギリスの本屋さんの床が可愛くて撮ってるやつで、さすがだね。そういう柄も可愛いなと思って印刷してみた。これをさ、ずーっとどうしようかなってこの2週間3週間ぐらいずーっと考えてて、あ、そうなんだ。一人でね、どういうメッセージカードにしようかなって考えて、いろいろこねくり回した結果、これに落ち着いた。ありがとうございます。ではこれから98ワインじゃないか。98ワインも行くよ。そう、98ワインも行くんだけど、結婚式当日にお料理を作ってくれるレストランに食に行ってきます。結婚式まであと2週間ぐらい。2週間ぐらいです。2週間だね、ちょうど。そうだよ。こんな晴れた日になるでしょうっていうことだよね。そうだよ。こんな晴れた日に結婚式が行えると。そういうことです。本当のリハーサルってことだね。そうだ。天気も含めて。そういうことです。あれだけどもね、なんか私もそう、どうしますかって言ってます。ございます。うまい。この子と水だけですね。の上に軽く煮込んだ春キャベツ、最後にですね、乾燥させたサラダを上に乗せてから、最後に春の苦味で柔らかい。
木の葉っぱの香りを移して中に最後いちごのジャムを入れてるので桜といちご。お腹いっぱいになりました。美味しかったね、すごく。美味しかったね。たくさんお店のシェフの方とお話をして、30日楽しみですねって話をして、はい。いろいろ話してきたので、はい。ちょっと一安心というか、そうだね。なんか美味しさ確認できると安心するね。そう安心するし、とってもいい方でそうだね。ね。で山梨の食材を使っていろいろ作ってくれるっていうことで、きっとみんなもプチ旅行気分で楽しんでくれたらいいなとそうですね。思っています。ちなみに何が一番美味しかったですか？私はアスパラ。アスパラね。大きかったね。アスパラ大きかった、美味しかった。僕はね、桜エビですね。桜エビとカブの。桜エビだけ俺写真撮ってない気がする。逆にね、確かに。ここ。行きましょう。はい。ちょっと見ていい？あ、右から。98ワインに到着しました。これから会場を見て、最終どういうレイアウトにするかとかを打ち合わせていきます。楽しみ。もういい見えてるし、もういい。真ん前に富士山。確かに。石って止めちゃうこともできます。下も。風うまいですけど。あれだね、下だけ木のあれ入れて揺れるけど、このくらい強いと暴れちゃうから。あ、それがあって危ない。あ、そうなんだ。でピシッ今ちょっと風具合ですけど、ここで。あれだね、下だけ木のあれ入れて揺れるけど、このくらい強いと暴れちゃうから。あ、それがあって危ないから。あ、そうでピシッとつけた方が安全。クリップみたいな、ここにクチュってクリップみたいなやつに大きいのをつなげられるようにしてるかな。これか。はいはいはい。ちょっとグリーンがかってなって思ったんで、使い方が難しいのかなみたいな。で、これ入れるならこれをちょっとやっぱ挟んだ方がこっちとのバランス。茶色セピアでした。サイトの方で説明がこれです。書いてあるので、まあ、改めてもらわないっていうのが絶対よろしくお願いします。もしここにいただいてちょっとさせていただくかも。私たちの誕生日が1日違いだから、なんかそれを見せたいみたいな話をしてたと思ってて、どうやって見せようかなっていうのを考えてました。切り文字とかで生年月日とか入れますね。ああ。大事なキーの性別だけあるだけでも、こういう流れだなとは思うから、時系列だなみたいな。19何年ですか92年です。92年。6月5日と6月6日で。と、あとあっちに、あそこに今日の日付があるんです。確かに確かに。で、こ
暗いですからね。なんかしかもなんかもうちょっとなってるんですよね。ちょっとまあ敵の国ではあります。そうだよね。ずっと取り合って取り合ってる。あ、そっかそっか。話して。ああ、そうです。どうしよう。一応割合山をきれいに割った時割合としてはこちらが勝ってます。ただ見え方的には静岡が勝ってるって言われてて。こっちからでそうね。いや静岡のこと考えるとさっきのことが違うんですね。あ、山だった。田舎者なんじゃそうないだよ、そうしかも八王子がめちゃくちゃリッチなとこだと思ってたんですよ。あなんかそりゃそうだ。寒いか。あれ、前僕ら来たのはいつでしたっけ？でも暑かったですよね。暑かった。でも十分か。開けてるんだもん。ちょうどこれぐらいでクロージングみたいな感じってことですね。ちょうどいいかも。明るいし、紐だと難しそうと思って。なんかあれでもいいかもですね。なんかこうすると全部同じ向きに飛んでるように見えるから、ここの横の方がいいけど、でもさっきナノが言ったように音符が並んでるみたいになっちゃうと思うんですよ。鳥が全部同じ方向向いて、逆に並んだ時にどういう風になったら綺麗なんですかね。本当はやっぱこれとかはいいなと思ったんですね。はいはい。これ一個つけてみる。なんかくるってなっても可愛い。可愛いかな。名前はどっちに入るんでしょう。名前は一応こっちの方がいいのかなと思って、そうですねここら辺とかに7つけよう個とかつけようかなと思って、ここになんかちょっとメッセージ書こうかなみたいな感じで、揺れたりとかするのが可愛かったらなんか紐があった方が、暇あった方が良さそう。揺れるの可愛い気はします。なんか切ったまま届くのは無理か。いや、それ考えたんですよ。それを柄が変わっちゃうとかなり高くそうなんですよ。あ、そうかそうか。でいろいろめっちゃ考えて自動カッターみたいなのをレンタルするとかもあるけど、なんかうまくレンタルしたらそれはそれで高くなるし、そうですね。かさむから、まあ自分で切るのが早いかみたいな。ね、まあほぼこの状態なんでしょうね。楽しみになった。楽しみになった？うん、より楽しみになった。より一層楽しみになりましたね。すごい楽しみ。もうね、こういう日であれって思う。こういう日であってほしいし、こういう日になります。こういう日になります。はい。晴れます。晴れます。願う。どんな気持ちで帰ってほしいかで言うと、私たちのことを知ってもらうっていうのもそうなんですけど、なんかこの時間を通して自分事じゃないけど、なんて言うんだろうな、なんかこの時間がいい時間だったなっていう風になんか思ってもらえたらいいなって、その人生の中でもなんかこうちょっといい時間だったなって思ってもらえて、帰ってもらえたら一番理想だなって思ったりはしています。うん。ありがとうございました。よろしくお願いします。厚紙になんか鳥の絵をしたデザインみたいなのがいくつか入ってる A3 の PDF を作ってきてるんですけど、
おはようございます。おはようございます。あと何日だ ?10 日 10日ぐらいですはい、ね。残り10日になりました。今日は熱海の方に来てて、アフターパーティーの最後に流すムービーを作ろうとしてるんですけど、その素材をまだ取れてないということで、やばいね。熱海にやってきました。はい。はい。藤井風のガーデン。果てるまで。はい。に合わせて、私たちの前の過去の思い出とかを流すのと一緒に、藤井風の MV で、この赤尾ガーデン。赤尾ガーデン。そう、赤尾ガーデンで撮影してたみたいなので、同じ場所で撮影したのも入れようっていうことで、今日撮影してきます。楽しみだね。楽しみ。行ってきまーす。行ってきまーす。早朝まで。早朝これ。この光って早朝なの？これなんで？ライトめっちゃライトこれダメだよね。これできないよね。できなく入れないから。はい、準備はできましたか？できました。では行きましょう。久々に脂質のあるもの食べてるね。前グラタン食べちゃった。こう。私のガーデン。それ。合ってる？うん、集めて。そう。次はここだ。もう一回、何回も。OK。熱海から撮影を終えてお家に帰っています。これから6時からね、また結婚式の打ち合わせがあるので急いでいます。あと20。平たく置く方が安全かなと思ってるんですけれど、両面の仕様のちょっとタペストリーの方も見ていただきたいなと思って、このままになるんですけれども、やるならこの場合上の方にいいんじゃないかな。で、ここから白黒の写真が続くからね。そうですね。そっか、確かにね。白黒がずっと続く感じになるから、シンプルでいいんじゃないですかね。今日はあと1週間ぐらいになったんですけど、今日までにやらなきゃいけない写真のギャラリーの入稿デザインを作ってます。布に印刷する写真とか、それに入るコメントみたいなのをまとめる予定で、それを今やってるところです。ちょっとこの後すぐやって出さなきゃいけなくて、結構急ぎ目で汗してます。今、放水で変わってる？この前撮ってきた撮影素材の編集をしてます。ちょっと終わらないかもと言いながら、細部までこだわろうとしています。本当だよね。はい、大丈夫です。綺麗になりました。ラスカラで。サラサラ。はい。あとしさんです。いい笑顔。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、夜になりました。午前中やって、今ちょっと仕上げをして、このメンバー紹介は完成 A3 の用紙に印刷するので、グラフィックっていう印刷会社にいつもお願いしてて、そこで発注して届けてもらう予定です。私はよく
ペーパーアイテム発注することがあるので、こういうペーパーサンプルみたいなのを家に置いてあって、どの紙質がいいかなみたいなのをペラペラやって決めました。こんな感じで A3 で印刷して、こう四つ折りに折って挟もうかなと思ってます。こう折るなら薄い方が多分折りやすいので、あと費用もね、厚いより抑えられるので、マットな感じの、言ってしまえば新聞紙に近い感じの風合いがいいなと思ったので、上質紙の70キロにしました。70キロは結構薄めのものですね。そんな感じで無事メンバー紹介の入稿ができそうなので、細かいペーパーアイテムをあと1週間でどんどん進めていこうと思います。今はウェルカムタペストリーに入れたいイラストを描いてます。iPad で。イラスト描きたいんだけど、ちょっと一から描くと、ちょっといびつな形になっちゃったりとか、うまく描けなかったり時間もないので、そういう時にいつもこんな感じで、なんか旅中に出会った風景とかもの、これ描きたいなっていうもの、あとお家にあるものとか、キャビネットの上の写真なんですけど、この花瓶が可愛くて好きなので、この花瓶を描きたいなと思って、いびつな、ちょっと下手ぐらいが可愛いと信じてるので、ちょっと適当にこうなぞって描いてます。プロクリエイトっていうアプリを落書きするときは使ってます。元の絵をそのままこうやってなぞってみると、何かわかんない。で、ここにちょっとお花を花瓶だってわかるように、お花を違う形で別で描いて刺そうかなと思ってます。よいしょ。全然大丈夫だね。本が届きました。あ、さらに先があった。待って。おお、めっちゃいいじゃん。表紙いいね。へえ、めっちゃいいね。めっちゃいいでしょ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいでしょ。嬉しい。おお、かなりいいんじゃない？よくない？うん。こだわった想定です。こちら。そのね、そう、糸閉じね。糸閉じで、ちょっと特殊な閉じ方にして、これなんでかっていうと、開きやすいっていうね。確かに。そう、開きやすいの、この想定だと。糸が見えて可愛いっていう。こだわりポイント。待って。うわー、すごいね。すごーい。やっぱ、紙になるとすごいね。なんか全然違うな、気持ちが。うわ、すごいね。すごーい。てか、発色いいね。発色いい。ね、綺麗じゃない？めちゃめちゃ綺麗。これお気に入りの景色。うわ、めっちゃいい。めっちゃいいよね。めっちゃいい。これギリギリにね、これ用に撮ったそうね、2人で撮影して。2人で撮影したやつ。めちゃくちゃ良くない？わあ、ここもさ、ちゃんと綺麗に撮ったから。頑張ったね。頑張ったね。私たちめっちゃ頑張ったね。嬉しい。一生の宝にできる、これ。やっぱ私ここがお気に入りかな。ヨーロッパロードトリップのパート。いいじゃん。雑誌っぽく書いてたけど、ちょっとヨーロッパはね、こういう感じでちょっと情緒がある感じにしたから。旅行機っぽくね。そう、それが私結構気に入ってる。
結婚式まであと4日かな。で大体発注する系とかは終わったんだけど、ここからはプチギフトとか引き出物のラッピングとか引き出物マルシェっていう感じにするので、それに関わるなんかこうおすすめのメッセージのカード書いたりとか、そうあと美容系タスクがたくさんあって、今日も松江区に行ったりとか、なんかそういう系の予定もあるので、今ちょっとしか作業できないんですけどやっていきます。でこれからやりたいのはプチギフトのサンキュータグみたいなのをこのトレーシングペーパー的な紙に手書きで書いていこうと思います。あ、やばすぎ、全然うまくできてない。それじゃあ一冊持ち上げてくださいなし。あきくんにも食べないとね。確かに。150部印刷してるんで。強気な。強気の150部。私もこの時です。私も大好きで。これ時々美容院とかネイルサロン出てくると、分かってんな。分かる。この前ルリさんの松江眉毛のサロンにもう一回メンテナンス行った時もこれくれて。2個どうぞ。いや、ありがとうございます。連絡したそのフレンチプレスで、ちょっとそのフレンチプレスの1回の量が500とかしか豆っていうことだけ伝えたいなぐらい。なんかそれを引かない気がする。しかも6人がみんなで適当にタンパク質とブロッコリーを払う。そうしましょう。すごい面白いパーティーかもしれない。そういうこう蒸し鶏胸肉だけどいい。鶏胸肉がベタに。本当普通に主流らしいです。めちゃくちゃ伸びた。なんかキムチワインをおろしてた。関係者。私も2人と去年やって。ね。うちのリーダーがしても鳥がいい。一応いろいろ提案しました。絵はがきとかもうちょっと簡単に作れるものもあったんですけど、絵はがき探すのが大変だからとか言って、絶対鳥の方が大変なんですけど全然いいんです。私は思うものができるんであれば。鳥にしたいって言って僕らのリーダーが鳥を切るっていうのをみんなにもう何事も圭介さんともうリーダーが絶対なんで、別に今私たちがこんだけここで話したとてリーダーが望むものがたんで一旦やめましょうと思って。いやー本当に恥ずかしいと思いながら。俺は即決派なんだけどだいぶ。いやだから嫌なんだよね。なんかそんな早く決めないでよみたいな感じになっちゃって。そして定規に分ける。はい、こうね。で前にこっち短いよ。一旦ねこうする。でここで蝶々結びするから。でも式場選びも俺ら結構やった方っすよね。まあオリジナル界隈では見た方だと思いますよ。すごい型抜きみたいななんかこれ。ね、型抜きだわ。型抜きみたいな本当に。だからこの集中力何かでもう型抜きの集中力だ。私もこれ8個作った時さすごいさ、なんかムズムズしながら作ってた。いや申し訳ない本当に。
いやでもこれのおかげでネットフリックスのノブタプロデュースをほぼ見終わりました見てないでしょ。見てないけどなんかこういう作業する時って何度も見たことあるドラマとかどうでもいいドラマを流してきたんですよ。初めてだと集中しちゃったりする。そうもったいないね。プロデューサーでも初めてだもん。なんで？私めちゃくちゃ見てて。本当？そうですね。ラジオでもやってるし、YouTube でもやってる。そうそう、先祖返りしてない。先祖返り。先祖返りしてない。入ってるよ。入れる。結婚式まであと3日になりました。昨日だいぶ準備を手伝ってもらったりとか、みんなでたくさん準備してちょっとずつ終わりが見えてきたかなと思います。で、あさってには会場に行って家族でディナーをしたりとかホテルに泊まる予定なので、実際には今日と明日2日間でラストスパートを準備していきます。で、今日やりたいのは主に引き出物マルシェのラッピング系と受付とか、挨拶してもらう方のお礼のラッピングと、あとメッセージカード、昨日切った鳥さんにちょっと紐をつけてでメッセージを書くっていうのをやっていきます。それが終わればみんなに当日案内するものの準備くらいかなと思います。私たちは公式 LINE をその結婚式用に作って、そこでお知らせとか当日の立食パーティーになるので紙とかを常に持ち歩くの難しいかなと思って、公式 LINE のリッチメニューにボタンを追加しといて、メニューとかメンバーの紹介とか、あとは結構遠くから来る人とか、東京からでも1時間ぐらいかかるので、来る途中に聴けるプレイリスト、結婚式中に流すプレイリスト、ポッドキャスト結構ある。そう、ちょっと暇な時間に聴ける私たちのおしゃべりラジオみたいなのを事前に案内して、ちょっと道中も楽しんでもらえるような仕組みにしたいなと思っているので、それを明日準備して、あとは手紙を書いて終わりっていう感じですね。言ってたら割とあるんですが、ちょっと頑張っていきます。引き出物マルシェの中の5つ分をブラインドブックみたいな感じでラッピングして、テーマとかこういう人に向けて読んでほしい本ですみたいなコメントをして引き出物の一つにしようかなと思ってます。明日カードを一緒に入れるんですけど、本のラッピングはだいたい終わって、次はコーヒーですね。本と同じく引き出物マルシェの中にコーヒー豆セットが3つの私たちの好きなブランドのコーヒー豆を入れる予定なので、それをラッピングしていきます。車代を渡す封筒を作ってます。なるべく手書きの文字とかを使いたかったので、
私は手作りしました。デザインは iPad で自分で手書きしたこの文字と、あと鳥さんのマーク。お車台なのでなんか移動してる感じで鳥っていう感じで割とシンプルめなデザインにしました。お車台って書こうとしたんだけど、ちょっと英語の方が可愛いかなと思って Thank you for coming today っていう英語で書いてみました。次はカメラをここの袋に入れていきます。6、7人ぐらいにこのコダックのフィルムカメラを渡して撮ってもらって私たちの方で現像しようと思うので、それをこう託せるように袋に入れていきます。映るんですと迷ったんですけど、コダックの色味結構好きなのと色も可愛いなと思ってこっちにしてみました。できました。めちゃくちゃ熱量込めて描いたから完成できているし、結構時間かかった。18種類もある。めちゃくちゃ頑張って描いた。これを見てみんな何を選んでくれるかが楽しみです。嬉しい。おはようございます。今日が準備の日最後ということで、明日会場に行く予定で、夜家族でご飯を食べたりとかするので、準備は今日が最後で、これから私はエステに行ってネイルに行って帰ってくるっていう感じなので、ちょっと家での作業はそれからになるんですけど、昨日夜な夜なやろうと思ってたこの鳥さんが寝落ちしちゃって終わらせるはずができなかったので、そこからになります。そう。でもこのね、紐はつけることができたので、あとはもうメッセージと名前を書くだけです。ちょっとまだタスクは残ってるんですが、一つ一つコツコツちょっとやっていきます。ではとりあえずエステに行ってきます。本日のディナーはアサイーボウルです。はい。今日のランチもアサイーボウルでした。3食
るっつったらそうだね。今日はちょっと塩を抜こうと思ってね。朝ヨーグルト食べてないわ。バナナだけだった。おお、いいんじゃない？じゃあそう、塩抜きしようと思って、なんかサラダとか食べるのどうしていいかわかんないから、アサイボウル。家帰ってあとイベントの聞いてたのか。なんだ。皆さんに私たちが好きなイトベリーズのフローズンヨーグルトを用意して、でフルーツとかも買ってあるので、皆さんパフェ作ってくださいみたいな感じのは2人から紹介してもらった方がいいかなと思って、そんなような流れで作っても大丈夫ですか？はい、もちろんです。どうでした？良すぎる。ちょっと待って、本当に良すぎる。多分私に一番来る映像すぎるわ。嘘。みんなどうなんだろう。もうちょっとやばいね。畳みかけられた最後。めっちゃいいよ。よかったです、喜んでくれて。めっちゃいいよ。すごいよ。こんな映像作ってくれてありがとう、本当に。すごいよ。